サワディーカいたー。はい、このタッキーです。ひーちゃんです。はい、今日は日本人学校から日本の学校に転入する時の話をしたいと思います。ひーちゃんの、お子さんが3人いる中で、1人日本人学校に通ってた子がいるんだよね。はい。で、その子が本帰国した時に、しらちゃんは日本人学校から転入をしたので、その時の話を聞いていきたいと思います。もう帰国してどれぐらい経つんだろう2年生の時で、今3年生なんで、ちょうど1年ですね。おー。1年帰った時、どうなったかみたいな様子も含めて聞いていきたいと思います。日本人学校を辞める手続きがどんなことをしたかお願いします。日本人学校を辞める時は、先生とメールでやり取りしてたらしいんですね。へー。日本人学校のホームページに、辞める書類があるらしいんですよ。なんで、ホームページからその書類を出してメールで提出するっていう感じの流れだったと思います。なるほど、なるほど。じゃあもうその書類出せば終わりっていうかこれぐらいって言ってた気がします。4月に、日本の学校を始めれるように合わせたんですね。で、1個注意点があって、なんか送迎バスがあるんですけど、通学するときもなんですけど、学校とは別に送迎バス会社に連絡して、お願いしますっていうのもやめますっていうのも連絡しないといけないです。別でね。はい。なんで学校を辞めても送迎バスは多分ずっと連絡しないと続いたまんまみたいな感じになっちゃうんで、注意点です。はい。ちょっと一瞬目薬さしていいなんか目が乾く。全然違うわ。ちょっと飲み物私も取ってきていい新しい学校小学校を、タイで選んでからこう行ったのか、家があるないでも変わると思うんだけど、どうやって選んだか教えてください。前住んでたところに戻ったんですね。身内が近いのもあったし、同い年のいとこがいるんで、前の保育園のお友達とも一緒がいいかなと思って、その校区内に戻りました。家買ってたとかじゃなくて？はい。じゃあもう同じ校区になるように、その近辺の賃貸を探して。そうです、そうです。なんで、自分たち的には違うとこにやっぱ行きたいっていうのもあったんですけど、子供たちのこと考えたら、一緒のとこの方がいいんじゃないかなっていうのもあって。なんかちょっとでも安心するよね。そうですね。た子とかがね、ちょっといたら。なるほど、なるほど。で、そこの転入手続きっていうのは、タイにいるうちからなんかこうやりとりをしとったのか、日本に帰ってからも一からやったのか？前住んでたとこだったんで、小学校に入る案内を保留してる状態みたいな感じだったんですよ。なんで、その保留を解除するみたいな感じで、もうすぐに、はーいみたいな感じでした。じゃあ、事前にちょっと話はしてたってこと？そうですね。市役所に連絡して、一時帰国したんですよね。本帰国するちょっと前にってこと？はい。4月に入学したくって、11月ぐらいに一時帰国して、夫と入る息子が小学校に一回行って、みたいな。なんかちょっとお話しして終わりみたいな。4月からみたいな感じでした。なんで結構楽パターンというか、また住所が違ったりしたら住所もそこにないし、そこ校区じゃないのにっていう感じで難しいと思うんですけど、うちはもともとその校区だったから、スムーズにできました。住民票みたいなのが残っとったのかな？そうですね。なるほど、なるほど。じゃあ比較的スムーズにいけたんだ。なんか必要だったものとか、なんかこれ大変やったなとかなんかある？
特に準備するものはなくて、その日本人学校で使ってたものをそのまま使うぐらいでしたね。なんか追加で日本人学校では使ってなかったけど、日本では必要だったみたいなものとかは特になかったの？エプロンぐらい。エプロン？給食エプロン。日本人学校どうだったっけな。お弁当か。お弁当だったけど、給食になるから、エプロンも買うぐらいですね。あと体操服はもう日本人学校のそのまま使ってました。そうなんだ。そこの学校のに合わせなくていいんだ。なくって多分、特に。うちはその転入とかじゃなくて、こう、一から、もう小学校の入学のタイミングで本帰国したから、横浜のなんか小学校に入る手続きいろいろしたけど、それもでもそんなめっちゃめんどくさいってことはなくて、本当事前に連絡さえしとけば、で、しかも、なんか入学説明会とか全然間に合わんかったけど、なんか、書類セットみたいな、それ書いたら普通に入れたけどね。そうなんですね。住所がなくても、はい、みたいな感じだったんですか？でも会社の社宅に住んでたから、その時。だけど住所がないわけじゃないというか、ここに住む予定なんで、みたいな話は進めやすかったんやけど、住む場所は事件決まっとった方がやりやすいよね、そういう話は。なんか、ある程度ここに住みますみたいなのは。というか、必要なものとかも一から揃えたけど、基本、それこそ日本人学校にある購買みたいな場所が小学校にもあったりするから、そこで全部揃えたりして。タイで、これ準備してくださいって言われるのと、日本でこれ準備してくださいって言われるの全然違いますよね。もう何でもすぐ買えるから、タイでは入手すごい大変だったけど、日本では揃えるのはもう全然苦じゃなかったですね。だって、ラザダとかで頼んでもすぐに来ないじゃん。やっぱ時差がある。時差っていうか、届くまでね、日数あるし、届いたらなんか違うっていう時もあるしさ。そういうのは日本はやりやすいよね。入学した当初、子供の様子とか、なんかお友達とじゃあすぐ馴染めたんかとか、逆に日本人学校とのなんかこうギャップみたいなのを感じてるとことか。もうすぐ馴染んだんですよね。ほとんど前の保育園のお友達なんで、もう覚えてるんですよ、みんな。すごい。で、そう。しかも2年生でちょうどクラス替えとかだったから、よかったんですけど、逆に馴染みすぎて、こっちは1年生感覚で入ってるんですよ。やっぱ日本帰ってきたばっかだし、小学生になって1年生がタイだったから、バス通学だったじゃないですか。日本と違って、自分で歩いていくってことをしてなかったし、信号もあるし、っていう。バンコクは信号あるけど、シラちゃんも信号ないじゃないですか。よし、一人で子供が信号を渡るなんてありえないもんね。そう。もう一人で出歩かしたらダメだったじゃないですか。もう1年生感覚、本当通学しなきゃいけない状況で2年生になって、だけどもう馴染んでるから先生も大丈夫だろうみたいな感じなんですよね。で、なんか、家庭訪問かなんかの時に先生に、今まで外一人で歩いたことがなかったから、不安ですと、通学が。で、しかも、あんまりいないんですよね。小学校に行く、うちの周りに。だから一緒に合わせていくようなお友達が。だから不安ですと言ったら、みたいな。一人でまさか歩いたことがないっていうのを思わないから、そうなんですかってすごいびっくりしてて、やっぱ1年生だったらもう練習もうなんかグループでこうやって行きますみたいなのが最初にあったけど、それがなくって、それですごい大変でしたね。慣れるまで。それはどうやって慣らしていったの？回数。もう回数、ひたすらもう。ひーちゃんが一緒についていくみたいな？なかったですね。それはなんでしてなかったのかちょっと記憶にないんですけど。私1年生で娘入った時は心配すぎて何回かついていったね。朝大丈夫かどうかとか、あと後ろから。そうですよね。後ろから
うんうん。見てついていったり。うんうんうん。なんでちょっとしなかったのか覚えてないんですけど、なんか自力で頑張ってました。こっちでやることあるしね。まあやけど。じゃあお友達とか、そのなんか授業とか、そういうのでは特に問題ないというか。うんうん。授業の、あれはあったと思うんですけど、うんうん。進みの。ちょっと遅れてたのかな日本人学校がちょっと遅いってこと？日本人学校がちょっと。だと思います。けどもう、今では全然気にならないくらいなんで、最初だけかなって思います。あ、習ってない漢字があるとか、そういうのは言ってましたけど。まあ2年生やったらね、まだ全然。そうですね。もうこれがね、4年生、5年生になったらもっと大変だと思いますけどね。はい、ありがとうございます。まあ多分、日本人学校のパパママはみんなきっと本帰国の時に心配な人いっぱいいると思うから、なんかメッセージあれば。はい。で全然参考になるかならないかわからないですけど、少しでも役に立てたらいいなと思います。もし、でも変わってることとかまだ全然あると思うので、そのバスのこととか、もしもうこれ変わってるよ、違うよっていうことあったらコメント欄にお願いします。握手なの。そうだね。まあなんとかなるよね。うん、頑張ってください。人事。いやいやいや、大丈夫です。まあ思ったより子供ね、なんか、楽しいし、意外と。で、私は思ったけどね、帰って多国籍のことにも慣れてるから、日本の学校のクラスにこう外国の子がいたってなんか何も思わないっていうか、何の先入観もなく仲良くできるし、そういう面ではいろんな人がいるっていうのを分かってて、なんかタイ行ってよかったことなんかなと思ったけど、子供にとって。では息子にお話聞いていきたいと思います。日本に帰るって聞いた時にどう思いましたか？久しぶりだなと思いました。嬉しかった？悲しかった？真ん中くらい。真ん中くらいね。じゃあ転入してなんか大変だったことある？友達を増やすこと。友達増やすこと？友達いっぱいいたじゃん、保育園の友達。新しい友達。新しい友達ね。じゃあタイで一番楽しかったこと何ですか？花火とか、歩いて食べる。お祭りね。タイのお祭りね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。今日の動画はいかがだったでしょうか？この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。はい。